CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本の健康と予防医学、橋本さんともにお送りしていきたいと思います。橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回、前々回とですね、自然農法についてということでお話をお聞きしてきたんですけど、今日1回ちょっと締めくくりということで、今日はもう少しテーマを大きくして、食と人間、環境という、もう少し視野を広げてお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。前回と前々回で、無肥料ということと、それから自家採取ということをお話しさせていただきましたけども、そうした実際にその無肥料と自家採取でできた野菜っていうのはどうなんだと、美味しいのか、栄養価はどうなんかっていうお話なんですけども、実は2年連続でうちのチンゲン菜がですね、最優秀賞をいただきまして、これは徳島県で行われた、オーガニックフェスタっていうところのイベントなんですよね。でそこでこのように最優秀賞をいただきました。写真が縦長ですね。これがその時の症状なんですけども、これは4つのデータを調べていただいて、それから試験官が食味検査もして、それから決めるわけですね。で何を見ていただくかというと、糖度、それから野菜のビタミン C、それから抗酸化力ですね。それから硝酸イオン、硝酸イオンっていうのはあまりお聞きしたことないかもわからないですけども、これは実は野菜に含まれる毒の成分やと思っていただいていいと思います。じゃあ少ない方がいいということですね。でこのグラフの赤いグラフが実は私のチンゲン菜です。パーフェクトじゃないですか。そうですね。で緑のが一般の平均値ですね。でそれを比べてみると毒素多すぎじゃないですか。そうなんですよ。でまず糖度ですね、約2倍。それからビタミン C、約2倍。で抗酸化力、これは老化を防ぐ成分ですけども、それが約5倍になってますね。でその先ほど申し上げた硝酸イオン、この毒の成分はほとんどゼロの値が出てます。実はですね、自然農法の野菜っていうのはほとんどこういうグラフになるんですよ。硝酸イオンがゼロ。でなかなかそういう野菜ってないんですよ、実は。で有機農法の野菜は結構その硝酸値が高く出たりしますね、ものによっては。でその試験官がですね調べてゼロっていう値が出てきたら、機械が壊れたんじゃないかと思ってもう一回やり直した人がいるっていうぐらい、ゼロっていうのはなかなか出ないんですよ。そういうことでしょうね。だけど自然農法では簡単にゼロが出てくる。肥料もなかなか使ってないですからね。そうなんですよ。硝酸イオンというのは、簡単に言えば肥料の成分なんですけど、肥料を上げるとこの硝酸イオンの毒の成分が高くなるということです。で、この図で見ていただいたら分かりやすいんですけども、肥料をあげます。そしたら硝酸塩がから食物体に入りますね。でそれを食べますね。口の中で硝酸塩っていう物質に変わりますね。でそれが胃の中に入っていきます。そうすると胃の中でニトロサアミン、これが非常に強力な発がん物質なんですね。でそれがこの硝酸塩をたくさん含まれた野菜を食べると生まれてしまうんですね。昔は健康になるから野菜食べなさいって言われたんですけど、今はもしかしたら野菜食べたらがんになるから食べてはいけませんよみたいな時代かも分かりませんね。そうですね。でそれをグラフで表すとやっぱりこういうふうになりました。で自然農法の方はほとんど硝酸塩濃度が出てないですね。で、観光農法の方は 2400ppm ほうれん草で、で小松菜に至ってはこれ 5000ppm も出てますね。でもっと 6000ppm とか時々このすごい値が出てくる有機農産物もあるんですけども、このような結果が出てます。で逆にビタミン C 栄養価はやっぱり自然農法の方が高い、約2倍ぐらい含まれてますね。だから1本食べたら観光農法2本分ぐらいの栄養をとっているということですね。でこの、次の映像ですけども、これはナチュラルハーモニーの、川名さんが、やっておられる実験で、ちょっと写真をお借りさせていただきました。でそれによりますとですね、これ放置実験といいまして、きゅうりをただ切って瓶に入れとくだけの実験なんですよ。でそのようにするとどうなったかというと、有機農法の野菜がまず真っ先に腐っていきます。ドロドロに腐ってますね、これ。それから次に一般の観光農法の野菜が腐って、実は自然農法の野菜はいつまでも腐らない。カラカラになって枯れていくっていう現象が起きます。で実はこのドロドロになって腐るのは
ある方に言うとこれはアンモニアだろうと、肥料をやるとやっぱアンモニアに変わって、アンモニアを、吸い上げるんですね。それが実に行きます。でアンモニアって毒の成分ですから、猛毒ですから、その細胞を壊死させていくと。でこのドロドロに溶けたのはこれ細胞が壊死している状態ですね。で自然農法の場合はそういうことが起こらないということです。で次もこれ川名さんの写真をお借りいたしました。左側が有機栽培のお米、炊いたお米をこう瓶に入れておくだけなんですけども、で右側が自然栽培のお米です。でほっとくとこのやっぱり有機農法の方は腐っていくんですね。だけど自然農法の方は腐らない、腐らないどころか実は麹になっていくと。麹菌を入れたわけではないのに、自然に麹になっていくっていう現象が起きるそうです。どちらがこう食べたら健康になりそうですかね。神谷さん。答えるまでもないと思いますけど。で次はですね、結晶写真を調べていただいたんですね。ある期間で。よく水の結晶の本とか見たことないですか。ありますあります。江本さんのね、水にありがとうとこう言葉をかけると綺麗な結晶になったりとかするっていうあれですけども、あれをこの農産物でやっていただいたと思っていただいたら結構だと思います。でスイスの機関で調べていただきました。するとやっぱこういうような結晶が、綺麗な結晶が出てきたんです。でちなみに観光農法のお醤油はこういうふうに結晶にならないんですね。で自然農法の方はこういうふうに美しい結晶が出てきました。こういった具合ですね。すごいですね。綺麗な模様が出てくるんですよ。でこれは何かって言ったら目で見る生命力やと思っていただいていいと思うんですけども、生鮮食品はもちろんなんですけども、加工品にしてもやっぱこういう生命力が失われないということだと思います。で、次は自然農法が子どもに与える影響というか、その子どもの教育の面で大きな役割を果たしていくと思うんですけども、それについて少しお話しさせていただきます。それは聞いたことないお話ですよね。実は僕のところはおかげさまで、お腹の中にいる時からもう自然農法のものだけで育ったんですよね。で、僕の方が子どもを通して教えてもらったというか、自然農法の人体実験みたいなものなんですけども、やっぱりすごい結果が出ましてね。例えばですね、このようにずっとこう畑で育ったわけですよね。こんな感じですね。で、シュタイナーってご存知ですか。ドイツのシュタイナー。シュタイナー教育で有名なんですけども、彼の本にはこういうことが書いてありましてね。人間の体っていうのは0歳から7歳までは生命力が肉体を作るために使われると。で0歳から肉体形成が始まりまして、7歳で終了するんですけども、最後に一番この肉体の中で硬い歯が生え変わって肉体形成が終了するというふうに書いてあるんですよ。でそこで僕が気づいたんですけども、今の子どもたちの歯の生え変わりが早くなっていって、で実はうちの子どもはすごく遅かったんですよ。で、7歳っていうと小学校1年生ですね。で1年生に入ってからやっとグラグラし始めた。ほんでお友達はどうなのって聞いてみたら、お友達はもう幼稚園の時に全部こう歯が生え変わってしまってる。で早い子ですったら年少組で歯が生え変わるんですね。で次女の場合も同じだったんですよ。次女の場合はもっと遅くて1年生の終わりぐらいに差し掛かってやっと歯がグラグラしてきた。でお友達はどうなのって聞いてみたら、やっぱりもう幼稚園の時に歯が生え変わってしまった。早い子は年少組でいうことなんですよ。これよく考えるとすごいことやなと思って大変なことやと思ったんですけども、肉体形成が早く進んじゃってるんですよね。突貫工事でもうちゃんとこう肉体形成ができないうちに次の段階に行ってしまっているということなんですね。でやっぱり肉体がきちんとできなかったら後々の心とか精神のそういう成長に影響が出るんじゃないかというふうに僕はそういうふうに思ってます。あとはですね、うちの長女のお話なんですけども、こうやって毎日畑へ連れて行ってたわけですよね。で親のやることを目の前で見てたわけですね。である時に、家からこんなちっちゃな木のおもちゃを持ってきて、畑の土に埋めて、そこでじょうろで水やってたんですよ。なんでかわかりますか皆さん。親がそういうことやってるからそうなんですね。種埋めた感覚ですよね。実はおもちゃが増えると思ったんですね。おもちゃを増やしたかった。そうなんですよ。でそれを
僕らが種をまいて作物が育っていく姿を見て、おもちゃが増えると思ってこう水をやってた。なるほど。それを見て僕感心したんですよね。本当まだ2歳か3歳のまだ言葉もろくに喋れない子供が親のやってることを見て、土っていうのはものを生み出してくれるもんやということをイメージとしても理解してるんですよね。子供の頃にこういうことを知っているっていうのはすごい大事なことだと思います。で例えばこれが毎日親が農薬をかけてたとしましょう。ね、そしたら子どもたちはどういうふうに成長していくか、ね、僕たちが食べる野菜を作るためには虫を殺さないといけないんだ、生命を殺さないと僕たちは生きていけないんだということが小さいうちから刷り込まれていくんじゃないかなと思うんですよね。だけど肥料もいらない、農薬もいらない、こうやって自然の中に土をまけばちゃんとこうやって作物ができるんやぞっていうことを見せて育つのとやっぱ大きな差が出ると思っています。でこういうふうに時々は田植えもこう手伝っていただいてもらってね、で、上の子なんですけども、下の子はもう仕事せずに水遊びですね。で最後はもうお決まりのパターンでこういうふうになってしまいます。でこういう経験を小さいうちにさせてあげるというのはすごい大事だと思ってます。で、これは先日の橋本マラソンで、次女が2位になったんですよね。でこれ何が言いたいかというと、こっちの1位と3位の子は陸上部なんですよ実は。なんかユニフォームっぽいの着てますもんね。でうちの子はバレーボール部なんですね。だけどこう長距離を走ると速いという。で長女のもそうだったんですけども、学校のマラソン大会になると必ず1位になって帰ってくる。で聞いてみると疲れないって言うんですよね。で実は自然農法のものを食べてると、持久力が強く、なかなか疲れないですよね。いや私だから前お話聞いた時も連想したのは江戸時代の飛脚なんですよね。江戸時代ってね今よりも栄養状態良くなかったはずなのに、江戸時代の飛脚が走ってた距離っていうのをすると今じゃあプロのスポーツ選手でも走れないんじゃないかっていうぐらい走ってるんですよ、記録を見るとね。でもそんな人がいっぱいいたわけじゃないですか。なんで走れたのと、おにぎりとかだけでっていうことになると、やっぱりその持久力が全然今の我々と違ったんじゃないかというふうに言われてるんですよね。昔の野菜はやっぱり純粋やったと思うんですよね、今に比べたらね。でそういう日本食を食べてたから多分そういうふうになったと思うんですけども、多分昔の子どもたちってみんなマラソン走ったら速かったと思うんですよね。今ね私も市議会議員やってたんで分かるんですけど、やっぱ子どもたちの体力って年々落ちててですね、体力測定の結果として落ちてるんですよ。だからそれが、遊ばなくなったからだって言われてるんですけど、ひょっとするとそれだけじゃないのかもしれないですね。食べ物にも影響があるのかもしれません。で、ちょっと忘れてましたけども、今日はエンドウ豆を持ってきました。さっきからなんで置いてあるんだろうと思ったんですけど、ちょっと神谷さんに食べていただいて、味を見ていただこうと思って持ってきましたので。でもエンドウ豆って生で食べれないんじゃないですか。ぜひ一回食べて。スナップエンドウを持ってきましたね。これね、皆さんこれほら、ここ黒巻の色が緑だから緑消えてるから、ほらこれ手品みたいになりますけど、これ緑なんで色が映らないですけど、これエンドウ豆ですね。普通に緑の。これをじゃあ私いただきます。めちゃめちゃ甘いです。そうですか。ありがとうございます。すごい水分が。なんなんでしょうこれ。なんか似たのはめちゃめちゃ海外で食べた美味しいパプリカみたいな感じで、それより甘いですけど、これこのままお店でおつまみ出てきてもいけますけど。そうですね。自然農法の野菜の味の特徴っていうのは、雑味がなくって、ピュアな透明感のある味なんですね。これいくら食べても胸に使えないというか、あとすっきりしてしまうという。ちょっともう一個いた。この長い間無肥料で自家採取を繰り返すことによって、やっぱりこういう僕らは天与の味わいって言ってるんですけど、人間が作った味じゃなくてやっぱり大自然が作り出す味ですね。もともとのその野菜の持ってる味っていうのが引き出されてくるというふうに思ってます。全然違いますよ。そうですか。いや普通だってこんな生で食べたら苦ってなるじゃないですか。
こんな感じでできるんですね。そうですね。で自然農法のすごいところは、誰がやってもこういう味になると、美味しくなるっていうところがすごいと思うんですね。で先ほどの2年連続の賞をいただいた大会なんですけれども、実は結構レベルの高い大会でしてね、有機農法の方々がやっぱりその賞を取りたいということで数値を上げたい、であらゆるそういう肥料を入れて数値を上げて持ってくるんですね。だけどその何も入れない自然農法の方が買ってしまったと、数値が高かったということなんですよ。一体どういうことなんですかっていう、しかも味が美味しくなるっていうことなんですよね。実は自然農法の最大のメッセージはこう必要なものは何もないって、初めから大自然になるもので全て賄えると、太陽の光、雨の水、それから土ですね、生まれた時から誰もが持っているものですね。店行って買ってこなくても初めから存在しているもので十分こういう本当に美味しい野菜ができるということなんですよね。いやしかも環境にもめちゃめちゃいいわけでしょ。そうなんですね。で実は最後に環境のことをちょっと一言申し上げたいと思うんですけども、これは田んぼの生き物調査をしているところの映像なんですけども、大人が虫かごと虫網を持って田んぼの中の虫を取ってるんですね。どんな虫がいるかと。そうなんですよ。でそれをこう図鑑でこのようにどんな虫がいるかということを調べていきますね。で何が何匹いたかっていうのをこうチェックしていくんですけども、これカブトエビですね。カブトエビ、ゲンゴロです。タイコウチ、トンボ。特に自然農法の水田の上にはトンボがたくさん飛んでる。私も衝撃的な風景見たことあります。ありますか。そこ自然農法の田んぼの上にだけトンボがもうブワーっていて、他のところに一切いないっていう、なんかもう本当なんか奇跡のような、なんか映画みたいですよ。ナウシカみたいです。風の谷のナウシカのなんか自然現象かみたいな、それぐらい見たことあります、生で。そうですか。実はトンボが多いってことはヤゴが多いってことなんですけど、そうですよね。ヤゴっていうのは水田生態系のトップなんですよ。ということは他の食べられる昆虫がいっぱいいるということで、豊かっていうことになりますよね。で、実はこのシャジクモっていうのは、絶滅危惧種になってるんですけども、自然農法の水田をずっとやってると、こういうのが復活してくる。どこに種があったのかわからないんですけども、何十年も生えてなかった絶滅危惧種はある時こうやって生えてくるんですよね。植物だけじゃなくてこういうタガメですね。今水田どこ探してもタガメは見当たらないですね。だけど自然農法を長年やってるとこのタガメが蘇ってくる。どこに卵があったのかわからないんですけど、とにかく蘇ってくる。だから本当に僕たちはまだ諦める必要がないというか、本当にこの純粋な美しい農業をやることによって、自然農法を広げることによって劇的に環境を変えていける可能性を自然農法は持ってるんですよ。で実は除草剤っていうのはどこの農家さんもお使いになってるんですけども、これがものすごく地球環境を汚しているっていうのをご存知ですか。いやゴルフ場のっていうのは聞いたことありますけど、田んぼで使われる除草剤ですね。あれがこう川に流れて海に流れて最後は海に行くんですけども、世界中のどんなに美しいエメラルドの海に行っても除草剤で汚染されてない海ってないんですよ。もうそうなってるんですか。でそれが魚の中に蓄積されて、いずれ私たちの口に帰ってくるということで、で神谷さん質問なんですけども、もし明日一度にですね、世界中の人たちが除草剤やめたとします。そしたら何年で元の海に変わると思いますか。難しいですね。自然の浄化力として10年。実は3年。3年、そんな短くいけるんですか。ある学者さんが3年で元の海が復活するとおっしゃってるんですよね。だから本当に我々はまだ諦める必要がないと。もし本当にみんながこの自然農法に目覚めてね、環境を変えていこうとしたら、本当に元の美しい地球が取り戻せるということなんですね。僕たちが若い時は川にもうキラ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 小魚が遊んでたんですよ。ほんでもう餌もつけずに毛針だけつけて入れたらもうどんどん釣れたっていう体験、僕らの小さい頃しましたけど、そういう世の中また取り戻せるかもしれないということなんですよね。そうですね。特に日本は今人口も減ってますからね、それが国力を落とすっていう方もいらっしゃって、僕もその面ももちろんあると思いますけど、
逆に言うとより少ない人数でこの豊かな国土をね、移民とか入れなければ使えるわけなんで、それであればそういったねよりねクオリティの高い自然環境を取り戻していくっていうことはすごく大事なことじゃないかなと思っていて、で私もこうやって農業者のね橋本さんに来ていただいてこういう話していただくんですけど、これね農薬を使わないとかっていうのは農業者の方の選択じゃないと僕は思ってるんですよ。消費者の側の選択なんです。要はそういうものは買わないよと、ね、私たちはトレーサビリティじゃないけどもどうやって作られどっから来たかっていうことをちゃんと理解してちょっと高くても買いますよっていう消費者が増えれば生産者は売れるものを作るから生産活動が変わるんですよね。だから私たちね本当日本人って何も知らない。だから知らされてないんですよ。例えばブラックタイガーとかエビがフィリピンに作られてます。そのエビを作るためにどんだけのマングローブの森が消えて、ね、現地の人たちがどういう思いでそういう生産に関わってるのかって何も知らない、教えない、じゃなくてもうスーパーに並んでるあの状態だけを見る。今日本の漁業や農業にどんな問題があってどれだけ今危機的な状況かっていうのを知らない。ただ単にスーパーに並んで見立てのいい安いもの、形の揃ってるものを買う。この消費者の無自覚とか何も知らないでやる行動が結局世の中を悪い方向に持ってってるんだなっていうことが私よく分かった。けれどもその世の中を変えなければいけない我々政治の立場にある人間も結局そこにはメスを入れない。中には入れる方はいらっしゃるけどそういう人たちは意外となんかこう反権力的なところに行ってしまって、結局力をつけない。よく言う保守というジャンルがありますよね、政治の中で。私たちは神社とか好きなんですよ。私も好きなんですよ。だからでももし神社を大切にしようっていうならばそもそもなぜ神社があったのか、それは自然の恵みに対して感謝をすることのためにあったわけですよね。だから神社を大切にするなら自然を大切にし、そして我々の豊かな国土を守っていくっていうことをやるのが本来の保守なはずなのに、そんなことはやらずになんかこうイデオロギー闘争になってしまって、利権を追求しているような部分があります、政治の中にも。だから私はねもう本当にそういうなんか保守だ革新だっていうあれを取っ払って結局我々が生きてるってことはどういうことなのとか、地球とかね環境とかどういうことなのっていうことをもう小さいうちからきちっと考えてもらって子どもたちに、でそれをちゃんと消費行動にして、でまたそれが政治の投票行動にもつながっていくっていう流れを作らないといけないんだけれども、それじゃあお金が儲からないよっていう人たちがその流れを潰してるんですね。だからその世の中金じゃないだろうと、お金も大事ですよ、大事だけどもっと大事なことありますよねっていうことが日本人なら分かるはずなのに、あえて思考を停止させてる大きなメディアとか、企業とかに私はいやそれ違うと、回り回って損してますということを分かってもらいたいし、誰かがドン・キホーテになってですね、そういうことをやらないといけないんだろうなと思ってたところに、橋本さんたちのようなですね、私の周りも何かいるんですよ。自然農法ね、そんなお金が儲かるわけでもないけど、やっぱり自分たちが信じれるもの、いいものを作りたいし、子どもたちにもそうやって食べさせたい。で結果子どもさんたちが元気に育てられているというこの報告ってものすごい意味があることだと思うんですね。私も将来学校を作って子どもたちにもう受験勉強なんかやらせずに本当に今言ったようなことを考えてもらう学校を作りたいんですよ。それのカリキュラムの中に絶対自然農法を入れて、小さい菜園でもいいからさっきのね今回のお話いただいた細菌と植物の共生の話とか、日本の農業の話とか、それがどれだけ海を汚しているのかとか、そういうこともきちっと考えて社会に出ていける、そういう子どもを私も増やしたいと思うので、本当に土を大事にしていただきたいですね。僕の思いは土がきれいになれば世界が平和になるっていうね、第1回目の話に。そうですね。田んぼっていうのは畑もそうですけども、そういうフィールドっていうのは神様から直接ダイレクトに恵みをいただける神聖な場所だと思うんですよ。畑っていうのは火の田んぼって書きますね。火の田んぼ。で水田は水の田んぼですね。で果樹の皮は木の上に田が乗っている。田っていうのはそうやって神様から恵みをいただける神聖な場所なんですね。その土を大事にする、美しくするっていうのは僕らの大事なことやと思っています。わかりました。今回3回ともですね、橋本さんの農園の野菜が買えるようにちゃんと、今回も載せますけどもリンク先も載せてるんで、ぜひ皆さんこういう活動されてる方、橋本さんだけじゃないですけど地域にいらっしゃれば応援していただきたいですし、また私たちもこれからメッセージを発信していくときにその20年の実績ってもうすごい力だと思うので、ぜひまたお知恵を借りてですね、一緒に何かこう社会に発信していく、もちろん生産活動自体が発信なんですけど、それを我々がこう広げていくような活動をしたいと思いますので、また引き続きご協力をいただきたいと思います。今回どうもありがとうございました。ありがとうございました。